はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。こちらは西宮市の平地です。大きい花壇に木立性大輪系の品種10本植わってます。こちらの手入れをご覧ください。まずは植え床の草引きですね。これが、仏の座。これが畑ニラ草い。相当深いところから生えてきてるんで、なかなか球根まで取れないんですけどね。畑ニラもう完全にニラの匂いですけどね。球根でも種でもどんどん広がっていくんで厄介ですね。この植え床はもう5年かな、5年経つんですけれども、植え床作った時の情報はブログの方でね公開してますけれども、まあその時も全部草取ってきれいにしたんですけど、であったかい間ずっと毎月1回来て手入れをして、その時にこうやって極力草全部抜くんですけど、なかなか撲滅できませんね。こういうふうにちょっともう30センチぐらい深いところから生えてきてるんで、なかなか球根まで取りきれないんですよね。プチッとこう切れて抜くしかないんで、もう根気よくやるしかないかなとは思ってますけどね。できるだけこう根っこをね、バラの根っこ切らないようにしないと。よいしょ。草引き終わって次は混んでる枝の整理をします。これはローズ大阪、それからマダムビオレ、でその隣はミヤビから小さいですがノイエレビューでフラミンゴ、別名マーガレット・サッチャーですね。これがマシェリでディオラマ、ホワイトクリスマスで、大きい株熱情、最後はサンクチュアリですね。この株は比較的ブラインドが少ないですね。みんなつぼみついてきてますね。奥の方にあるデビラキを取るだけでもだいぶ違うと思いますので。4月の中旬でもうちっちゃなつぼみがついて、今年も開花が早そうな状況なんですが、この時期ね、こんな感じで花枝スッとこう伸びて、で小さなつぼみがもうついてきてます。それで、株の中の方にはね、ブラインドって言ってつぼみがつかなかった枝とか、それからデビラキって言って、枝として伸びなかった芽ですね。葉っぱが2、3枚出ただけで止まってる芽があります。でこのブラインドとかデビラキがたくさんあって風通しが悪いと肌に湧いたり、濡れた葉っぱの乾きが悪くて、黒点が出やすくなったりしますんでね、ある程度整理してやるといいです。ただこの株みたいに花枝がたくさん出てる場合は、枝整理したらいいんですが、ブラインド枝でもデビラキでも葉っぱでは光合成してますから、枝数が多くない場合は株全体の光合成の量を確保するために残してやる方がいいですね。新苗の場合もそうですね。株全体を見てで葉っぱの量を調整する感じです。この作業は静止といって何もこの時期だけやる作業じゃなくて、バラの成長期にはちょこちょこ株の状態見ながらね、頻繁にやるっていう感じです。
それがだったか。後ろの生垣と同化してますね。ちょっと見えにくいかもしれないけど、マダムビオレ、手前がミヤビですね。これはちょっと残しておいてみますね。まだつぼみつくかどうかわかんないんで。大輪系の品種、これマダムビオレなんですけれども、大輪系の品種の場合ね、側来取りといいまして、こういうステムがスーッとこう伸びて、で脇からね、中心のこのつぼみより下にたくさんこうつぼみが上がって、小さいつぼみが上がってくる場合が、そういう品種が結構あるんですよね。これ全部咲かしても、ガーデンで咲かす場合は全部咲かしてもいいんですけども、こういうマダムビオレみたいにも本当にストーンとステムが長く伸びて切り花にするような品種の場合は、この側来取りをこれを全部取ってしまう方が、真ん中の花がより大きく咲いて、切り花としてね、すごい見栄えのする咲かせ方できるんで、この方がいいですね。冬の剪定と違って、この作業はもうめっちゃ地味で結構時間かかりますね。ちっちゃなつぼみのついた花枝はすごい折れやすいんで、腕とか当ててね、ポキって折らないように気をつけないとダメですので、慎重に。ミヤビ、ちょっとすっきりしたかな。この品種はフラミンゴ、別名マーガレット・サッチャー。ちょっと細めの花枝がいっぱい上がって、ブラインドはほとんどないです。で花はね、ごく普通のピンクの花なんですけど、香りがあんまないんですね。でも、マーガレット・サッチャーというだけあって、もうすごい大病性が高くて、信頼性が高いというか、頼りになる感じの品種ですね。はい、こんな感じで、まだ結構枝数多いですけど、全部つぼみついてますね。咲いたらすごいでしょうね。これはマシェリという品種です。少し細めの枝で、ちょっと特徴のある薄いピンクの花ですね。結構花数は多いです。側来が結構よく出るんで、今回は側来取っておきます。ガーデンで賑やかに咲かせるんだったら、側来は取らずに、中心の花が終わったらその花だけ切って、で側来咲かせるといいですね。その場合はね、中心の花はちょっとちっちゃくなっちゃいますけど。ビオラマですね。ちょっとね、これ途中シュートなんですよね。水枯れしたみたいで、やっぱり先週1週間以上雨降らずに、で3日前、4日前、2日間ずっと雨やったっていうのもあるんで、途中水枯れして葉っぱがちょっとこう先っちょね傷んで、
でその後雨降って持ち直したっていう感じですね。とりあえずね、これ去年のシュートで切ったところから出た、ほぼシュートに近い花枝、ほぼシュートですね。なんで、これ株全体見てもちょっとこっち側の枝が寂しいというかですんで、これは一旦シュートピンチしておきます。ここでもうこれ折れないんでね、ちょっと硬くなってますから切ります。でシュートの処理するときは、この葉っぱの上で切るんですけれども、普通の超過切りと違ってここを少し長めに残しておかないとすっごいみずみずしいんでギュッと枯れ込みますからね。あんまり際で切るとずっと枯れ込んで、次出てきた芽がビュッと向こうに反対側に出ていきよるんで、ちょっとここアロワンス長めに取った方がいいですね。同じ枝からこっち側は、この枝よりはまだおとなしいちょっと細めの枝なんで、これは生かしとこうかなと思います。この枝とちょっと交差してしまってるんですけどね。でその下から出てるこれはね、もうみんな交差で交差してるんで、ちょっとブラインドですし切っておきますね。これは花芽持ってますね。ディオラマでした。では、ホワイトクリスマス。ホワイトクリスマスでした。熱情です。はい、熱情でした。はい、サンクチュアリー。これも木久扇さんの話です。サンクチュアリーの花は結構特徴的でね、咲き始めは半剣弁で芯が立つ甲芯咲きですね。で、満開になると今度ロゼット咲きになるんですね。で、そこそこ花弁数も多くて、そのまんましばらく咲いてる、花持ちのいい花ですね。で、結構香りもいいですね。はい、サンクチュアリーでした。でこの花壇はレンガで揚げてあって摩擦土ベースなんで、かなり深い植え床にしてはいるんですけれども、普通の露地植えよりは乾きやすいですね。ですので1週間ぐらい天気が続いたらたっぷり水やりします。それでも株の状態をね、見る限り肥料はちょうどよく効いてるかなという感じで、冬剪定2月にやって、その時に堆肥と肥料をすき込んでるんですけども、その後追肥は全然やってないですね。ちょうどよく肥料効いてると思います。はい、それでは今年初めての消毒です。銅粉使ってで泡の粉粉霧なしズームで一気にやります。薬は殺虫剤がトレボンで、殺菌剤がトップジン M です。
から機能性転着剤、浸透性をね、良くする転着剤ですね。アプローチ BI と、それからアミノ酸と微量要素の活性剤、プラス10を入れてあります。この角度で見たら泡で出てるのがよくわかりますね。全然霧にならずに、なんかシャワーのようにね、実際は泡で出てるんですけれども。はい、ビフォアは動画の冒頭でお見せしたんですけども、実はアフターを撮り忘れてまして、翌日の朝撮りました。ちょっとね、朝日が眩しい感じになっちゃってますけども、すっきりした株の状態をご覧ください。はい、以上、4月15日に行った木立製大輪品種の手入れでした。